こんにちは、プリモバレットクラス田中です。今回はセンターレッスンの単流の動きをご紹介していきます。バーがなくなった途端にまるで別人かのようになってしまわないように、しっかりセンターでも単流動けるようにコツをシェアしています。ぜひ最後までご覧いただいて、普段のレッスンがより楽しいものになったら嬉しいです。では早速始めていきましょう。右足前歩盤から前走で手を開きましょう。そしたら前に単流1、2回したらクペ5番後ろに行きます。5、6、7、8アラセゴも一緒。1、2、3後ろ5番にしたらプリエで前の足押し出しロンドジャンプ当てるからピルエット4分の3回転入れて反対側の黒技に入ってください。1、2、3、4チェンジして後ろ。アラセゴ1、2、3、4、5、6、7、8で終わりになります。ではまずはちょっと腕の動きから整理していってみましょう。穴番から片手だけアラセゴに開きました。1、クッペそのまま。次5番にしまって後ろにターンで出るときに柔らかく滑らかに手が変わります。次もアラセゴに足が出ていくのと同時にアラセゴ入って5番でも手が開いて次のプリエド番に足が出てきたら穴番からロンドジャンプ開いて片手だけプレパレーション穴番に戻ってきてピルエット4分の3回転して反対側の黒技向いたらプリエで手を開いてください。すぐに次の音でここに来ますね。ちょっと腕の動き、特にアラセゴンが終わってから次ロンドジャンプってするところ慌ててしまわないようにクッペまで行きました。5番で手を開いておいて次のここで必ずアンナ番からアラセゴンに手が開けるようにちょっと準備をさせていきながら動きスムーズに腕の動きつないでいってあげてください。で、これもまた私自身もきっと皆さんも苦手かなと思っているポイントがアラセゴンが終わってクッペ5番にしまいました。ロンドジャンプ入るところかなと思います。ここで軸足がしっかり床踏めていないと後ろの足って取られてしまったり動く足に脇体取られてしまいがちになるのでこのプリエここの準備の段階でしっかり床を押しておいて動く足回る足に取られないように体を上にぐーっとほんとスクリューのようにぐーっと引っ張り上げて4番ピルエットでもう一度その体を上に引き上げていたスクリューのようにぐるくるくるっと回っていたところに向かってもう一度立ちに行くようなイメージでピルエットまで動きをつないでいってあげてください。さて最後にですねこの動きの中で単流2回してクペ5番に下ろすこのクペ下ろすところ一瞬ピリッと緊張感が走る瞬間があるかなと思うんですけれどもあんまりその片足になることに対して不安感を持たずにやってほしいなと思います。クッペでやっぱりどうしてもバランス片足になるのでちょっとカタカタバナナの足にもなってないかしらとかいろいろ注意点はきっとあると思うんですけれどもそちらの注意を気にしすぎてしまってでカチカチ
チに固めて片足での動きになってしまわないように本当に気をつけていただきたいです。ターンデュの時ももちろん片足になってますよね。このクーペでしっかり片足になってもこの床と体のコネクションがきちんとできているかご自身の確認チェックをするポイントであるので、そんなにバランス取らなきゃカチカチになっちゃダメとか思いすぎずに、しっかり今つながってるわ私、しっかりかかとまでグッと下ろして次の動きに行くぞみたいな感覚で、本当ご自身の体と床がこうしっかりコネクション作られているか確認する作業だと思ってやってください。でこういったカタカタならないようにと思っていらっしゃる方きっとたくさんいらっしゃると思うんですけれども、カタカタする原因としてはやっぱり足の裏の安定感がちょっと不足気味なのかなというところになっていきます。体が十分引き上がっているのにやっぱり足の裏が踏めていないと不安定でカタカタと足首がなりがちになるので、そういった時は今一度両足で立っている時、パラレルでも1番でも5番でも全部もうほんと使えるものは何でも使って押せるものは何でも押して立ってくださいって私はよくお稽古中言ったりしているんですけれども、本当にもう足裏全体床を押していってください。押す力と引き上げる力がいつもイコールであるかどうか確認をしてあげましょう。そのための目安としては、まずは親指小指、この足の指の付け根ですね。ここにまずしっかり床が踏めているかキャッチできているかどうかを確認することで、忘れてはいけないのがかかと。かかとでも床を押すことができるので、かかとでももちろん床を押してあげてください。でその足の裏で、このかかとと土踏まずの境目があると思うんですけれども、そこがいつも常に何かこうちょっとキュッと力が入っているような感覚があるところで立てると、すごく本当床にこう吸盤のように足がビチャーっとくっついて、本当安定感がバッチリ安心して立てる感覚が絶対ついていくと思うので、そのちょっと足の指の付け根、親指小指均等、かかとをしっかり床も押して、そのかかとと土踏まずの境目になんとなく力がピュッと入ってくるところ、ここを見つけていきながらちょっとこちらの単純の動きぜひやっていただけると、カタカタってなるのを少しでも防いでいくことができるかなと思います。ぜひトライしてみてください。センターレッスンでも必ずバーで気をつけていたことを行っていきます。お膝が伸びたまま5番にしまうこと、デミポイントをしっかり通りながら単量を行っていきましょう。しっかり軸足踏み替えてロンドジャンプ入って引き上げた状態で5番のプリエに入りましょう。カタカタすることにあまり気を取られないようにしていきましょう。しっかりと体と軸足のコネクションができているかどうか、この単流でしっかり確認をしていただきたいので、カタカタよりもしっかり体と足裏つながっているかどうか確認をとって終わっていきましょう。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ちょっと楽しく単純できたぞと思っていただけたら、ぜひグッドボタンで教えてください。チャンネル登録がまだの方は励みになりますので、チャンネル登録の方もしていただけるととっても嬉しいです。オンラインレッスンや出張レッスンも現在開講中です。詳しい詳細などは概要欄に記載していますので、気になる方はぜひそちらも確認をぜひしてください。それではまた。